いにゃらー、ましろです。今回もスクブスやっていくんですけど、今回はこちらですね。ソニックコラボ第2弾攻略ということでやっていきたいと思います。はい、ソニックコラボ第2弾が始まりましたというところで、最近始めた方もいると思うので、イベントのざっくりとしたね、攻略全体の進め方っていうところを喋っていければと思います。あとは、こちらのドクターエッグマンの襲来の攻略ポイント、あとは編成の組み方みたいなところもね、ちょっと喋っていければと思いますので、ぜひね、最後まで見ていただいて、今回のソニックコラボね、一緒に攻略していきましょう。本編の前にチャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。現在クリエイターコードを目指して毎日スクワット動画投稿しております。チャンネル登録の方でぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、ということでやっていくんですけど、まず最初に謝るというか、真っ白の勘違いしていたところがあって、ソニックコラボが復活するぞって前回ね、動画上げたと思うんですけど、その時のね、真っ白の把握してる感じだと、今回のソニックイベントを全部遊べば、ソニックね、またカンストできると思ってたんですけど、ちょっとね、できないっぽいですね、多分。というのも、このイベント報酬でもらえるこのソニックヒーローポイントあるじゃないですか。この青いソニックヒーローポイントですね。こちらを使ってソニックを育成していくっていうのがね、流れなんですけど、今回のこのイベントでもらえるソニックヒーローポイント、全部で3000ポイントですね。ここ見ていただいてわかる通り、ソニックヒーローポイントね、3000以上かかります。っていうところで、前回コラボの動画ね、ちょっと見直してみたんだけど、前回コラボがね、6000いくらくらいね、ソニックヒーローポイントもらって、それでぴったりガンストだったんですよ。で、今回のイベントでは半分くらいしかもらえないんで、そりゃカンストできないよねっていうところがあって、これちょっとどうなんだろうね。運営さんの意図的には、今回のコラボは、前回中途半端にソニック育成して終わっちゃった人向け、そういった方に向けての今回コラボっていう可能性があるので、ちょっとね、わかんないところはあるんですけど、今回のコラボだけで、今回からゼロから育成する人は、ソニック完走できないっていうところはちょっと押さえていただければと思います。かといってね、じゃあやらねえやっていうのも、それはそれで損というか、今回できるところまで育成しておけば、また次ソニックコラボがもし来た時に、カンストしやすいっていうのもあるので、ぜひね、遊んでいただければと思うんですけど、ちょっとそこ1点ね、押さえていただければと思います。いや、マジでね、勘違いしてた。っていうか3000ポイントってなんてなっちゃうよね。カンストできないんだとは思ったけど、はい、そういったところでございます。ということで、攻略の方やっていきましょうか。まず最初にちょっとイベントの進め方のざっとね、紹介していければと思いますが、イベントでやることは、このね、プラザにエッグマンが来てると思うので、そこをタップしていただければ、はい、こんな感じで、イベント画面開けると思います。で、この下にね、リング必要な数、250だったり、750だったり、1000だったり書いてあると思うんですけど、このリングを集めてあげて、報酬と交換、そういったね、形になっております。ということで、リングをね、結局集めろっていう話なんですけど、集め方、3つあります。まず1つが試合を遊ぶ。これが一番王道でメインで、無料で終わらせれるっていうところなんですけど、その通りですね。はい、遊んでいきましょうっていうところです。で、ドクターエッグマンの襲来っていうこのイベント限定モードっていうのがね、このイベント期間中はずっと開催されているので、このドクターエッグマンをね、遊んでおけば最短効率で終わると思います。で、一応、エメハンバトロワデュオスクワットリーグ。こちらのいつものモードの方でも、遊んでリングは集めれるんですけど、試合中に宝箱を開いてキャラクターを選んだ時にリングが2個落ちる。それくらいなので、マジでね、効率は悪いと思います。リングを集めたいんだったらドクターエッグマンの襲来ね、こっちをね、遊んでいきましょう。で、2つ目っていうのが、こちら右下の方ですね。デイリー報酬というものがあります。更新時間書いてあると思うんですけど、毎日6勝することによって3つの青い箱がもらえるわけですね。2勝地点、4勝地点、6勝地点でもらえるんですけど、このプレゼントボックス1個あたり750リング入っています。っていうのがかける3つね、毎日もらえるっていうところで、1日2250個大体もらえますっていうのが、1週間、今動画撮影時点では6日間なんでね、はい、そこ計算していくと、13500ってところで、毎日デイリー報酬だけ集めると、13500は最低でももらえると。13500もあればね、確かね、もう9割くらい終わると思うし、遊んでね、デイリー報酬っていうところがあるんで、それも加味すると、ほんとね、デイリー報酬を集めるだけで、ほぼほぼイベント終わったりするので、最低限この右下のデイリー報酬だけ獲得しておくと、終わりは見えてくるのかなと思います。で、3つ目っていうのがショップ購入ですね。はい、ショップの方にも並んでおります。基本はさっき言った通り、デイリー報酬を獲得するだけで、イベントほぼほぼ終わったりするので、そんな無理にコインで購入、課金してっていうところはね、しなくてもいいと思うし、最終手段くらいでね、考えておけばいいと思います。どうしてもラスト1日、もう間に合わないっていう時は、こちらのショップも活用していただくっていうのがね、一番いいと思います。はい、っていう感じで、進めていただければと思うんですけど、次にね、ドクターエッグマンの襲来、こちらの攻略ね、やっていきましょう。はい、ということで、本枠の方にやってきました。こちらのドクターエッグマンの襲来ですね。こちらの攻略をやっていきたいと思います。ドクターエッグマンの襲来、ポイントが一つだけあって、この下の方ですね、試合
入る前にラインナップ確認しましょう。ラインナップ見てみると、その試合で登場するサブキャラクターがね、表示される、宝箱が出てくるキャラクターがね、表示されるわけなんですけど、まあこれが偏りがあるっていうところで、ヒーラーがいたりいなかったり、コイン稼ぎができそうか、できなさそうか、アタッカーは誰なんだ、そういったところをね、しっかりと見極めていく必要があります。で、今回、ドクターエッグマン遊んでみて、強いなと思ったのはやっぱアーチャークイーンですね。まずは、このモードで非常に優秀な、まあおすすめサブキャラクターってところをね、紹介していきたいと思います。まあ画像出てると思うんですけど、まずサプライヤー。サプライヤーっていうのは、しっかりとこのメイビス、グレッグ、ペニー、ここのね、コイン稼ぎに頼っていきたいですね。はい、メイビスはもう言わずもがなっていうところなんですけど、まあ最低限ね、メイビスがいればコイン稼ぎできると思います。で、グレッグだと若干物足りないっていう人もいると思うんで、そういった方はペニーと組み合わせてあげるとか、あとはコインストックとかスニークストライク、まあその辺と併用してあげると、全然グレッグでも回ると思います。っていうところが、まあコイン稼ぎ系のキャラになってきますね。次がアタッカーっていうところなんですけど、まあ攻撃役として誰を入れてあげるかっていうところですね。はい、一番やっぱね、強いっていうのはやっぱレオンだと思いますね。もうレオンがいるかいないかっていうのはめちゃめちゃ変わってくるので、必要だと思います。で、まあダイナマイク、ウィザードあたりもやっぱホットシューターとして優秀だし、まあウィズがいるか、ダイナマイクがいるか、まあここでね、火力が出せそうか出せなさそうかっていうのをね、しっかりと考えてあげて、出せそうな場合は、まあそのサブキャラで押し切っていくっていう立ち回りでもいいと思うし、サブキャラの火力がちょっと低そうだったら、パワーの方で出してあげる。メガファイブだったり、タル爆弾で出してあげる。そういった考えもあるといいと思います。で、フランケンとかテイルスもちょっと画像に入れてるんですけど、まあ能力と、そしてステータスが優秀なフランケンとかね、あとテイルスもね、攻撃力高かったりするので、まあ無理に初期サブキャラにまで入れ込むかって言われると、まあ入れ込まなくていいなとは思うんですけど、まあフランケンとかテイルスもいるとサブキャラとして火力出せるよねっていうのは押さえておきましょう。特にババキン編成とかソニック編成とかはね、サブキャラに対してバフを乗せたりできるので、まあ、そういったところでテイルスとかの攻撃力がね、結構変わってきたりするので、はい、おすすめです。でヒーラーはもうポコか衛星兵、もうこれ絶対ね、入れるようにしましょう。もうヒーラーはポコか衛星兵、どっちか1体は絶対入れるようにしておかないと、ヒーラーってポコか衛星兵、あとパムとバトルヒーラーしかいなくて、もうパムバトルヒーラーの時がマジできついですね。まあバトルヒーラーは回復能力持ってないし、パムもね、回復能力そんなに高くない割に、やっぱ試合の終盤、スーパーレアなので、試合の終盤にしか登場しなくて、非常に辛い思いをします。なので、ポコか衛星兵はね、無理やりでも入れる方がいいと思います。で、画像の方、その1個下にアーチャークイーンって書いてあると思うんですけど、まあ、アーチャークイーンが個人的にはちょっと強いなと思ったんで、ちょっとアーチャークイーンだけ紹介にはなるんですけど、まあ、ボウがラインナップにいるときはね、アーチャークイーン使ってあげるとめちゃめちゃいいですね。ボウの攻撃速度ね、めっちゃ速くなって、ドクターエッグマンをね、瞬殺できるってところがあるので、はい、ドクターエッグマンを倒すのに、ボウがめちゃめちゃ有効なので、まあ、アーチャークイーン編成で、かつ、ボウがいるときっていうのは、ドクターエッグマンを優先して倒しに行くっていうのもね、非常にポイントかなと思います。で、あと個人的にはエリータですね。めちゃめちゃこれ強いです。アーチャークイーン編成でエリータ一緒に組み合わせてあげると火力すごい出してくれるんでね、おすすめです。はい、それだけです。一番下にまあ優秀って書いてあるのは、その他のヒーローですね。ババキンだったり、スパイクだったり、ソニック、モーティスロアキン。この辺の時はね、ちゃんとね、旅商人がいるか、ラフス大佐とかマックスとか戦車、まあこういった優秀なキャラクターがどれだけ豊富にいるかっていうところをね、見てあげるといいと思います。まあ、特に旅商人、これ必要ですね。まあバーバリアンキングとかね、ソニックに対してはめちゃめちゃもうね、旅商人必須くらいなので、ロワイヤルキングとかを使う時も旅商人は入れたいっていうところで、この辺のバランスを考えていただければと思います。まあ、真白がなんやかんや喋ってはおりますが、大体このコイン稼ぎ、攻撃、回復、このバランスを取っていくっていうのが、まあ一番安定するかなと思いますので、そこをね、考えていきましょう。自分の場合はメイビスだけでコインが回せるとか、自分の場合はグレッグプラスコインストックでコインが回せますとか、そういったね、自分の中での基準っていうのが見つかってくると非常に立ち回りやすいと思うので、まあ、探り探りっていうところで、はい、好きなキャラを詰め込んでいただければと思います。で、今回はアーチャークイーン編成で遊んでいこうと思います。ラインナップ確認すると、ボウがいるので、ちょっとドクターエッグマンをね、優先して倒したいなとも思いつつ、まあ、ヒーラーはポコも衛星兵もいるので十分だと思います。まあ、ただその代わり、コイン稼ぎがグレッグだけっていうのと、あとは攻撃役の部分ですね。まあ、ホットシューター自身はいない。まあ、戦車とかテイルスとか優秀だけど、やっぱアーチャークイーンと組み合わせるんだったらね、攻撃役がいないっていうところがあるので、そこをちょっと考えた編成をね、組んでいきましょう。アーチャークイーンで、レオンがいないので、レオンはそのまんま。まあ、グレッグにコイン稼ぎは任せましょうか。まあ、ドクターエッグマンを倒せば鍵も落ちる、コインも落ちるっていうところがあるので、今回はグレッグだけでなんとか回していきます。その代わり、メイビスのところをちょっとね、ウィザードにしてみましょう。これで X スナイプも連発できるし、まあ、火力役としてもね、ウィザード使えると思うので、はい、そんな感じでやっていきましょうか。で、パワーでも火力出したいね。パワーの方でもしっかりと火力を出していきたいので、
行きましょう。スキャッターレーザー。これでね、やっていければと思います。はい、1目、ドクターエッグマンの襲来ということで、試合開始とともにね、マップの真ん中に行けばエメラルドとリングがね、落ちてるんで、そこも集めていただければと思うんだけど、大体ね、ソニック編成の人がね、足早で奪っていくので、まあそんな真ん中はそうですね、もう奪われてるんでね、っていうところであんま気にせずってことなんですけど、まあリング集めをするためにね、このゲームモードをね、遊んでると思うんで、基本はやっぱモンスターをね、倒してあげれば、自然とリングは集まってくるのかなと思います。で、今回、グレッグしか資源稼ぎないんだけど、もう真白はもうあらかじめね、ドクターエッグマン、あれを倒す前提でやっていくので、コイン稼ぎはね、そういった感じで、痛いとやっていければと思うんだけど、一回引きましょうか。ソニックと遭遇したんで、一回下がって、ちょっと待って、コインがないですね。しっかりとここ稼いで、で、グレッグをメガにする。ポコ取りたいね。まあ、プレイヤーと戦うんだったら、ポコ、オッケー。さあ、これは、やっぱ、ね、アチャクイ強いでしょアチャクイ強いでしょこれが強いんだよね、アチャクイやっぱ。X スナイプでバンバン消せるんで、これも、ちょっとソニック、オッケー。ソニック。まあ、そんな、まあ、こんなプレイヤーをね、ガンガン消しに行かなくていいと思います。これはね、ちょっと、事故です。はい。プレイヤーと出会ってしまったがためにってことなんですけど、まあ、今回の真白の場合は、グレッグとドクターエッグマンでコインを回すっていうのもあらかじめ決めてるし、まあ、それで回ると思うんで、メイビスをね、入れなかったりとか、ペニーはいらないとか、感じですね。で、エッグマンを倒せば自然と編成強化できるし、リングも集まるっていうところで、まあ、でもほぼボットしかいないんじゃないのこれ。プレイヤー2人倒したから、ね。プレイヤーあと1人いるかいないかでしょ。だから、ボットも倒していきます。これが着強いんだよね。生配信で昨日ね、散々ソニック倒したもんね。生配信見てくれた方ね、わかると思うんですけど、散々ソニック倒した。X スナイプだけで。それぐらい優秀なんで、おすすめですが。さあ、ウィザード、ボウ、あとはポコが揃ったんで、あとは戦車とかね、仲間に加えたいですね。戦車がいると非常に優秀なんでね。最後の敵もソニック。最後の、痛い。で、エッグマン倒しましょう、エッグマン倒すとリングがもらえるんで、もうプレイヤーキルよりエッグマンです。さあ、ボーが強いでしょこれ、ボーが。ねこれ、ボーが強いんですよ。で、旅商人いらないでしょアーチャークイーンだと。それくらい強いんだね。やっぱ、いいですね。他のヒーローだとね、旅商人をやっぱ入れないといけないっていう、この、編成の苦労があるんでね。編成するときに旅商人も必要になってくるんでね。結構ね、難しいんですけど。で、相手がソニックなんで、基本はもういいかな。ここがね、スパイク、敵がスパイクとかだと結構ね、まあ荒らされやすいんで気をつけていきたいんだけど、ここはしっかりと、落ちていくと。テイルス仲間にいたいな。テイルス優秀なんで、衛星兵取った後、テイルス行きましょうか。まあ、衛星兵まで取ればね、もうマジで安心なんで、ジェシーよりはテイルスの方が火力が高いんで、仲間に加えていく。で、レオンがいるとね、こう、X スナイプを撃つだけで、ジェシーになっちゃった。下にいるね、人が。そう。で、レオンがいれば、X スナイプ撃てば火力上がるしってところがやっぱ優秀ですね。お手軽に火力上がるんで。マックスで足を速くして、この周りのカニもね、倒すとリング1個ずつ落としてくれるんでね、優秀ですね。ナックルズ、鍵とかくれねえかな。テイルス入れましょうか。テイルス入れて、いやー、ソニック、ヒールステーションソニック。さあ、これしっかり倒していくよ。ソニック、諦めたかな。スキャッターレーザー。まあ、追い払ったってところで。もう余裕の勝ちだと思いますが。まあ、真白はちゃんとね、攻撃役は誰で、そして回復は誰で、まあ、どうコイン稼ぎしていくか、そこをちゃんと考えていたので、まあ、圧勝したかなと思います。はい、ということで今回はドクターエッグマンの襲来やっていきましたが、いかがだったでしょうか。なんやかんや編成については喋りましたが、結局のところコイン稼ぎはどうすれば回るのか、そして攻撃役は誰なのか、ヒーラーは誰がするのかっていうところをね、しっかりと押さえていただければと思います。それに合わせてしっかりと初期サブキュラとパワーの部分をね、変えてあげれば非常に安定して立ち回れると思います。まあ、編成についてはね、昨日のその配信の方で結構ブツブツ言いながら、このキャラクターいた方がよくねとかなんかそういったところを言いながらね、喋っているので、ぜひ参考にしていただければと思いますが、まあ何かありましたら、ぜひコメントの方で質問等お待ちしております。はい、ということで、まあゆるっとね、だらだら喋っていきましたが、ぜひ高評価、チャンネル登録の方で、クレーターコードまでね、応援よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。